まさみチャンネル On the Tone。 2021年正月1日、1年の最初。今回はプロポのこだわりについて語りたいと思います。まず私がなぜスティックプロポを使用しているか。それはラジコンを始めた子供の頃にはスティックプロポしかなかったからです。もしホイーラータイプのプロポがあれば当然試していたでしょうし、今はホイーラータイプのプロポを使っているかもしれません。このスティックタイプとホイーラータイプのどちらが有利なのかということにつきましては、過去の世界選手権の成績を見てみますと、スティックタイプで優勝した人もホイーラータイプで優勝した人も共に多くいますので、どちらが有利かということはないと思います。で、あえて自分が感じる部分で言うのであれば、ホイーラータイプの方はスロットル側のトリガーを戻した時にブレーキに入れやすい、そのままの流れでブレーキに入っていけるので、ブレーキがスムーズに入れられるということと、おそらく早いと思います。ブレーキを入れるタイミングが早くできるという部分においてはホイーラータイプの方が有利じゃないかなと。で、一方スティックの方はステアリングの方は1本の指しか使わないので、スピードに関しては速いと思います。また細かく動かすということでいけば、ステアリングの方はスティックタイプの方が有利じゃないかなと僕は思うんですけれども、これは人によって感じ方が違うと思いますので一概には言えません。ただ長時間の操縦に関しては、私が現役の時にプロポを握っていた時間は1日約5時間だったんですけれど、スティックタイプのプロポは両手でホールドしますので、左右の手にかかる重量は五分五分なんですね。ですので疲れにくい。その5時間走らせていても手が疲れたとか痛くなったとかっていう記憶はほぼないんですね。で、一方ホイーラータイプの方は片手で基本ホールドするので、その持っている方の手が先に疲れてきますので、長時間の練習であるとか、例えば耐久レースなんかの場合はスティックタイプの方が向いているのかもしれません。ラジコンはその名の通りラジオ無線でコントロール操縦する遠隔操作になります。実車の車を操縦する場合であれば実際に車に乗って振動を体感することもできるでしょうし、横 G であるとか、あと荷重移動を体で感じることはできますけれども、ラジコンの場合は車を見ながら操作して目で見て判断するだけです。ラジコンは目で見たものを脳が判断して、脳から手に指令を送ってプロポを動かして、それによって車がまた動き、それをまた目で見てっていう、その繰り返しですね。その作業なんですけれども、これがスムーズに円滑に行われないと車もスムーズに動かない。で、レースでタイムを競い合うのであればなおさらのことです。タイムを競い合ってきた私が一番こだわっていたのは、プロポから車へ伝わる信号の正確さでした。今でこそプロポの中には様々な調整機構が入っていて、それこそ無段階で調整できるんですけれども、過去にはそのような機能一切入っておらず、
ステアリングもスロットルも全て動かし具合で調整しなければなりませんでした。さてここからは私が過去に使用してきたプロポをご紹介しながら話を進めていきたいと思います。まず子供の頃、始めた頃ですね、小学生の頃に使用していたプロポ、写真しか残っていないんですけれど、これ3話のミニプロポって言います。これ僕の体でいくとこのぐらいの大きさですかね。すごく小さくて子供の自分にも持ちやすかったのを覚えています。どこのホビーショップ行ってももうこのプロポしか置いてないぐらい大人気のプロポでした。子供ながらにこのランプがね、ここに赤いのが2つつくんですけれども、電池がなくなると1つなくなる、消える、それを未だに覚えています。そしてもう一つ3話プロポを使っていて、これ、SRC の 678TS っていうプロポですね。これもよく使っていました。ボートとかエンジンカーとかそういうのに使っていた記憶があります。これアンテナにすごく特徴があって、これもよく覚えています。それからレースに出るようになって手に入れたプロポがこれです。 JR プロポ、ザ・プロポっていうものすごい名前が付けられたプロポですね。自社で言ったらザ・カーですからね。で当初左右の切れ角を別々に調整できるプロポがなくて、探したところこの飛行機用のプロポがあったんですね。それで JR さんがこれを車用に改造してくれたのはこれなんですね。このプロポは後に僕がプロポメーカーさんからスポンサーを受けるようになってからも練習でよく使っていました。このスティックが動く感触がすごく良くて、当初からベアリングが内蔵されていたんですね。そしてその次にこれも JR なんですけれども、アペックスっていうプロポ、これはかなり軽くなって車専用に開発されて発売されたものです。これも関西エリアの各地に持って行ってレースでよく使用していました。その後双葉さんからスポンサーを受けるようになって最初に手にしたものがこれです。 FP-T3EGP っていう当初の最新の機能を搭載したプロポです。金色ですごくインパクトがありました。このプロポで全日本選手権に出場しました。そしてその次に手にしたのがこの双葉製の FP-T8SA っていう、これも飛行機用ヘリコプター用のプロポです。これもいろんな機能がついていて電波もよく飛ぶということでこのプロポを選びました。そしてこれの後継機種になるんですけれども、全日本選手権で初めて優勝したプロポはこれです。双葉製の FP8SGHP っていうプロポです。その後は慶応プロポさんからスポンサーを受けるようになりまして、現在でも使用しているエスプリシリーズを使うようになりました。このプロポについては私も開発に約20年関わってきましたけれども、進化についてはあまりにも多すぎてここで語りきれませんので、主だった4機種をご紹介したいと思います。まずはこのタイプですね、エスプリ。これはもう本当に車専用、レース専用に作られたプロポです。初めての世界チャンピオンになったのはこのプロポでチャンピオンになりました。その次に出た次のシリーズエスプリ2って言います。このプロポには試作品として動く角度が変えられるアンテナや、これは耐久レースの時に作ってもらったんですけど、指に穴が開かないようにゴムキャップですね、こういう
ものもついています。そして次のシリーズがこのエスプリ3ですね。ここからはコンピュータが内蔵されるようになりまして、電波もこれまでの 27MHz 帯から 2.4GHz 帯に変わりまして、電波によるマイナートラブルがなくなりました。そしてエスプリ4、これですね。エスプリ4では車に対してより速い信号を送れるよう処理速度の向上が施されていて、現在でもこのプロポを使用しています。私が常にこだわり続けてきたことは、操作した通りに車に情報を伝達できることなんですね。プロポから車への信号にタイムラグがあると、その分あらかじめ早めに操作をしなければならなくなります。また電波がスムーズに送られず、間に何らかの抵抗があると正確な操縦ができなくなります。この一見何でもないようなごく当たり前のようなことなんですけれども、プロポの開発者はいかに早く正確に電波を飛ばすかということを今でも追求し続けています。現在販売されている競技向けのプロポに関しては、人間が体感できる限界のところまで性能が上がっていますので、私が話したような大きな差はありません。しかしかつてはプロポの性能差によってタイムが大きく変わることがありましたので、いろいろなプロポを試して自分に合うものを見つけて、そして時代時代に合わせたものを選んでいく必要がありました。最後に、プロポは自分の操縦テクニックを車に伝達するための唯一の道具です。自分に合ったお気に入りのプロポを選んで楽しい RC ライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。